こんにちは、斉藤直樹です。イラストレーターになりたいっていう人もいる一方で、いろいろな理由でね、イラストレーターやめたいっていう人も一方ではいますね。今日はそんな質問者さんにお答えしていきます。20代、ロロチオさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。私はコミッションサイトでイラストの依頼を受けているものです。質問の内容は、上手なイラストレーターのやめ方はあるのかというものです。この時点でわかると思いますが、私はイラストレーターをやめたいと思っています。斉藤先生には、イラストレーターをやめるべきか、波風立てずにやめるなら、どのようにすればいいのか、もし続けるなら、ストレスを軽減する方法や改善策があるのかのご意見をいただけると幸いです。はい、やめ方を聞きたいって言ってる一方で、続け方もね、知りたいっていう、ちょっと後ろ髪を引かれてるのかなとも感じますね。はい、メールの内容戻ります。私は趣味で二次創作をしていましたが、軽い気持ちでコミッションサイトで依頼を受け始め、長い間依頼を受け続けてきました。長い間依頼を受け続けてきたせいで、私はイラストレーターをやめられなくなってしまいました。やめられない理由、依頼者様に迷惑がかかること、やめた後の批判が怖いです。私には VTuber の立ち絵を依頼してくれる個人の V 娘、V 息子が10人以上います。リピート依頼や長期間使用される立ち絵の差分依頼が続いており、そんな中、依頼を急にやめてしまえば当然困ることでしょう。やめたい理由、その依頼者様たちと私の性格が合わないのです。コミッションサイトで匿名でのやり取りなのに、住所や名前など個人情報が探られる。依頼用 X アカウントがあるのに、二次創作アカウントの DM で仕事の依頼をされる。趣味と関係ないリプライをされる。依頼なのか雑談なのかわからないやり取りが続く。シンプルに私への悪口。これはね、依頼じゃないでしょうね。悪口だと思います。なぜか依頼者様の悪口を言う相互フォロワー。こちらも依頼者。はい、なんかちょっと複雑な感じですね。そして AI 絡みのトラブル。最近は AI のこともあり、一度 AI 資料を含んだ依頼を受けたところ、ロロチオママは AI 資料があっても受けたから反 AI じゃないよと X でつぶやかれ、この影響で誹謗中傷が増えたり、依頼予約を取り消されることもありました。私は AI を一切使っていないのにです。はい、迷惑ですね。趣味で二次創作をしていた時にはなかったことが、一気に舞い込んでしまった私には刺激が強く、ストレスから依頼を一旦閉めても、誕生日が近いのでぜひ書いてほしい、差分がすぐに欲しいとお願いされると断れずに受けてしまいます。悪質な依頼者様からの依頼は断れるのですが、微妙に性格が合わない方の依頼が断れず、仕事の実績から同じような性格の方からの依頼が増える悪循環に陥っています。悪口を言う方は少なくともね、悪質なんじゃないでしょうか。一度仕事を受けた責任感からずるずると依頼を受け続けた結果、ここ数年その二次創作アカウントを動かせておらず辛いです。さらに私にとても良くしてくださった依頼者様が、私の相互フォロワーとのいざこざでアカウントを消してしまったことがきっかけで、急激に耐えられなくなってしまい、依頼を受け続けるモチベーションがありません。はい、ということでロロチオさん、ご質問ありがとうございます。そうですね、イラストレーターに限らず、やってみたら食が肌に合わなかったっていうことはたくさんあると思うので、今回はね、イラストレーターのやめ方、そして続ける道があるなら今後どうすればいいのかについて解説をしていこうと思います。イラストレーターをやめれば喜ばれる。はい、まずですね、ロロチオさんが最初に知りたがっているイラストレーターのやめ方について解説しますが、といってもですね、別に大したことじゃありません。イラストレーターをやめるのはとっても簡単です。というかですね、これはよくあるパターンなんですが、誰とも連絡を取らなくなって、ただ単純に消えていくパターンですね。はい、これはね、飛ぶとか言ったりしますが、特にね、誰に断るでもなく、今抱えている仕事も一切合切ね、放り投げて、完全に業界とシャットアウトするっていう方法が一つあります。ただね、これは契約の関係とかもあると思うので、この方法はもう精神的に限界も限界。もうやむにやまれずこうなってしまった。みたいなパターンなので、あんまりおすすめはしません。やめるならもう一つのやり方がおすすめです。まずね、今受けている仕事は最後まで責任を持ってやり遂げます。あくまでね、今受けているものについてはですね。で、その途中でもし新たな仕事が来ても、それは絶対に受けないでください。体調を理由にね、断るといいと思います。スケジュールとかね、金銭的な問題だと、そこでね、交渉が発生する可能性がありますから、体調を理由にするのが大事ですね。体調が理由だとですね、よっぽどでない限り、そこで交渉が発生することはまずありません。あ、そうでしたか。お大事になさってください。って感じで相手は引いてくれると思います。で、今抱えている案件が終了したら、取引があった会社、または個人
人に定型文でいいのでメールを送ってください。一身上の理由により、〇月〇日をもちましてイラストレーターを廃業させていただくことになりました。本来であれば直接挨拶すべきところですが、メールでのご挨拶になりましたことお詫び申し上げます。末筆ではございますが、ますますのご活躍を心よりお祈り申し上げております。今までお力添えをいただき、誠にありがとうございます。改めて感謝申し上げます。って感じで、これで特に後腐れもなく、イラストレーターをやめることができるでしょう。はい。非常に簡単です。ただね、ここでロロチオさんはこう思うかもしれません。いやいや、そんな急にやめて、迷惑かけちゃうでしょ？波風立っちゃうじゃん。って。はい。そう思う気持ちはわからないでもないんですが、落ち着いてください。ロロチオさんがイラストレーターをやめたからといって、誰一人として迷惑に思う人はいません。はい。いませんね。というか、ロロチオさんだけではなく、世の中にいるクリエイター、仮にね、誰が急に辞めても、世の中変わらずに回り続けます。仮にね、年間何十億と生み出すような漫画家が、来週連載やめますとか言ったら、その漫画に関わっていた人たちは、一瞬は困ると思いますよ。中にはブチ切れる人もいるかもしれません。ただね、そういう場合であっても、作家がね、もう辞めるって言い始めたら、これはね、もう辞めるしかないわけで、それはしょうがないことじゃないですか。ちょっとね、脇道にそれますが、これで思い出すのは、映像犬には手を出すなの大原澄人先生の件ですが、漫画ってですね、アニメ化した後めちゃくちゃ売れるわけですよ。なので漫画家、あるいは出版社にとっては、アニメ化が決まった後がめちゃくちゃ稼ぎ時なんですが、大原先生、なんとその一番漫画が売れるタイミングで、無期限で活動休止を宣言されて、そこで休んでしまったっていうことがありました。これはですね、出版社としてはもう大損害です。おそらくね、もう何言ってんだこのタイミングでてめえってね、ぶち切れた人も一人や二人じゃなかったと思いますよ。でもそんなこと言われても、作家が無理だって言ったら、それはもうしょうがないわけで、会社としてもね、それを織り込んだ上で進んでいくしかないわけですよ。ロロチオさんはね、少なくともまだ、そこまでの影響範囲は持たれていないと思いますので、自分が抜けたら困る人がいるんじゃないかってね、そこまで気を回す必要はまだないと思います。依頼者はね、一瞬、なんか代わり探すのめんどくさいな、と思うかもしれませんが、すぐにね、他の人を探し始めると思いますので、そこは問題ないです。もうそこはね、相手の課題であって、ロロチオさんの課題ではありませんので、そこはね、もう気にしないでください。というかですね、むしろこれは、辞めたら困る人がいるんじゃないか、と心配するロロチオさんにだから言うんですが、ロロチオさんがイラストレーターを辞めたらですね、逆に喜ぶ人だっていると思うんですよ。現在ね、イラストレーターは結構人気な職業になっていますので、ロロチオさんの他にもね、仕事が欲しくてたまらない人がいっぱいいます。ロロチオさんが仕事を断ったら、そういう人にロロチオさんがやっていた仕事が回っていくことになりますので、そういう人たちからしたらね、逆にね、もうよくぞやめてくれましたって喜ぶと思いますね。あとはロロチオさんに嫉妬している人たちね。こういう人たちもロロチオさんが辞めたことによって、バーイってね、喜ぶことになるでしょう。こっちはね、ロロチオさんにとっても不本意なことだと思いますけどね。でね、ここまで聞いて、もしかしたら中にはね、おいおい、直樹、お前何辞めさせようとしてんだよ。そこは引き止めるところだろ？幻滅したぜ。って困惑している人もいるかもしれません。いや、ですね、違うんですよ。僕は別にですね、ロロチオさんを無理に辞めさせようとしているわけじゃないんです。そうじゃなくてですね、僕も経験あるんですが、皆さんこういうことなかったですか？いつ辞めてもいいんだって心から思えたら、なんか逆にやる気が湧き上がってきちゃったことって、ね、あるでしょ？僕から見るとロロチオさんはですね、勝手に自分の逃げ道を塞いでしまって、で、その窮屈さから、もうここは窮屈すぎる、逃げたいって思っているように感じます。もしね、その窮屈ささえなくなってしまえば、おそらくイラストレーター自体は辞めたくない人なんじゃないかと思いました。だってね、質問文の内容からも結構ね、未練を感じましたからね。なので、いつでも辞めていいんですよ。という逃げ道を作ってあげることが、逆にやる気を引き出せることになるかなと思って、こういうことを伝えてみました。たまにですね、何を考えたのか、斉藤直樹はこういうことを言ってライバルを減らしているんだ、みたいなことを言う人がいるんですが、こういう人はですね、ちょっと想像力なさすぎですね。だってね、単純に考えて、業界が盛り上がった方が、今イラストレーターやっている人たちだっていいに決まってるんですよ。裾野がね、こう広く広がった方が、より山頂も高くなると考えたら、僕はね、一人でもイラストレーターを増やした方が、僕にとっても業界にとっても得になるわけです。だって衰退した業界に未来はないですから。僕にとってね、得なのは、イラストレーター業界をさらに盛り上げることです。姑息な手段でライバルを潰しているって指摘する人は、その人自身がね、そういう性格だから、他人の行動がそうとしか見えないんでしょうね。上手な仕事の断り方と続け方。
で、ここからはですね、もしロロチオさんがここまでの話を聞いて、いつでもやめられるんだ。なんか気が楽になったし、じゃあもうちょっとだけ続けてみようかなって思って持ち直したら、その後どうやってストレスを減らしながら仕事を続けられるのかの話なんですが、質問文を見る限りですね、ロロチオさんは断り下手なのに加えて、人との距離を測るのが苦手な人なんだと思います。なので、この2つの問題を解決することによって、ストレスはね、かなり軽減できると思います。でですね、1つ目の断り下手に関する解決策なんですが、一番いいのはですね、イラストの発注窓口を自分以外にしちゃうことです。もしね、家族にメールのやり取りを頼める人がいるのであれば、その人にやってもらうのが一番いいと思います。もしね、ロロチオさんが個人事業主なのであれば、その人に給料を支払うこともできます。これは経費として認められていますね。ただですね、そういう仕事のやり取りは、金銭のやり取りなども発生しますので、こういった業務を家族以外の第三者に委ねるときは十分注意した方がいいです。例えとしてね、大谷翔平選手の事例はちょっと大げさかもしれませんが、家族以外にね、お金のやり取りを含むようなマネージメント業務を頼んでしまうと、それはそれで新たなストレスを生む可能性が高いので、そこはね、十分に注意してください。で、もしそんな頼める相手がいない、困ったということであれば、ちょっとこれはですね、今思いついた飛び道具的な解決法になるんですが、ロロチオさんがですね、例えばですね、マーゲーとかがいいでしょうか。依頼のメールを返すときには、ロロチオではなく、マーゲーと名乗ってください。お世話になっております。ロロチオのマネージメント業務を担当しております。マーゲーと申します。以後、ロロチオに代わってやり取りをさせていただきます。って感じで、イラストを描くロロチオさん、業務連絡を担当するマーゲーさんっていう感じで、人格をね、もう2つに分けてください。これですね、ふざけてるように聞こえるかもしれませんが、なぜかというと、ロロチオさんのスケジュールとか、仕事内容の交渉に対して、ロロチオさんがですね、直接返信を返してしまうと、それってね、自分の努力で何とでもなるから、これは多少無理してでも引き受けなければいけないんじゃないだろうか、という気持ちが、おそらくロロチオさんの中に発生しやすいんだと思うんですよ。でもね、仮にとはいえ、他人であるマーゲーさんを立てることによって、マーゲーさんはロロチオさんと別人格っていう設定ですから、他人に対して、ロロチオさんに対してね、あんまり無理させるわけにはいかないじゃないですか。自分ではなく他人の視点っていうのをそこで無理やり発生させることができるんですよ。自分自身がね、無理しすぎることを抑制できるわけです。あとね、価格交渉するときにもね、ちょっとね、この方が気が楽かもしれません。僕はこの値段ではやりませんよって言いにくい人でも、うちのロロチオはいつもこの価格でやっておりますので、それ以下では書かせられませんというのは言いやすいと思うんですよ。ロロチオさんがね、ついつい無理してスケジュールを詰め込んでしまって二次創作ができないという問題も、マーゲーさんならロロチオさんの体調や精神面も気遣ってスケジュールをなるべく引き伸ばすということもやりやすいでしょうし、僕自身はね、コミッションサイトを使ったことがないので詳しくはわかりませんが、相手がね、変なやり取りをしてくるんだとしたら、ロロチオさん本人よりもきっぱりと NG を出すことに関しても抵抗はね、減ると思います。だってね、きっぱりはっきりしているのはあくまでマーゲーさんの性格なんですから、マーゲーさんがズバッと NG を出したところで、相手からしたらね、それはマーゲーさんの印象であってロロチオさんの印象には直結しないわけです。これちょっと注意してほしいのは、あくまで設定だけです。家族と違ってね、この場合はね、本当に従業員がいるふりしてマーゲーさんに給料を支払うとかやると、それはね、当然違法になってしまうので、そこは当然しちゃいけませんが、メールを返す時の人格として自分を分裂させるくらいだったら、これは問題ないんじゃないかなと思うので、試してみるといいかもしれません。はい。ちなみにマーゲーは、獣フレンズに登場する敏腕マネージャーの名前ですね。ディスコードや LINE、X の DM での連絡をやめる。そしてロロチオさんの課題のもう一つ、人との距離を測るのが苦手についてですが、僕はですね、ロロチオさんの質問文を見ていて、ここが一番気になりました。依頼なのか雑談なのかわからないやり取りが続く。はい。おそらくですね、ロロチオさんは仕事の依頼の内容だけではなく、仕事の内容やその後のやり取りについても、X の DM、もしくは Discord とか LINE とか、そういうチャットツールで仕事のやり取りをしてませんでしょうか。はい。少なくともですね、ロロチオさんをはじめ、人との距離を取るのが苦手な人はですね、チャットツール、仕事で使うのを一切やめてください。仕事の連絡は全てメールに限定してくださいね。いや仕事依頼の入り口として使うのはありですよ。DM を通じて仕事の依頼を受けるまではいいんですが、依頼がね、来た後は、すいません、今後のやり取りはメールでさせていただいております。具体的な内容につきましては、担当マネージャーのマーゲーにも CC を入れてお送りいただけるでしょうかと相手に伝えて、その後の一切をメールでやってください。いや、メールってめんどくさいじゃん。今は DM かディスコとかだよ。という人がいるかもしれませんが、いいえ、面倒だからいいんです。
です。DM とか Discord とかだとね、気軽すぎるんですよ。もう挨拶抜きにね、突然話しかけても全然違和感ないので、当然ね、雑談が混じるのは普通です。そういうやりとりを仕事相手ともしたいなら別ですが、ロロチオさんは仕事相手と別に雑談したいわけじゃないんですよね。であればメールを使うべきです。メールであれば雑談が入る余地はありません。ほとんどの人は要件のみ伝えてくるはずです。しかもチャットツールのようにね、情報を小出しにして何度も伝えてくるわけではなく、なるべくまとめて一気に送ろうとしてくれるはずです。ね。図らずともそれだけで相手との距離を測れるわけです。はい。このようにですね、自分がストレスを感じるポイントをちゃんと認識して、そのストレスから遠ざかる工夫をすることで、ロロチオさんはもしかしたらイラストレーターを続けられるかもしれません。ロロチオさんはですね、数多くの依頼をこなされてきたということなので、絵を仕事にすること自体は嫌いじゃないんだと思います。それにね、おそらくね、たくさん努力して、ここまで続けてこられたんじゃないでしょうか。もしね、本当に辞めたいというのであれば、それも一つの道だと思います。でもね、不本意だけどしょうがなく辞めるというのであれば、おそらくですね、質問文を見る限り、改善の余地はたくさんあるように思いました。もしね、そうだとしたら、ぜひ今日紹介した心持ち、そして方法、試してみてくださいね。この動画がロロチオさんの前向きな一歩の一助になれることを願っています。頑張ってください。応援しています。はい。といったところでいかがだったでしょうか。今回はね、仕事についての話だったんですが、たとえ仕事じゃなくてもね、絵と一生懸命向き合っていると、ちょっと疲れてしまうことってありますよね。描きたいんだけど、なかなか描く気持ちが湧いてこない。描けないっていう時もあると思います。そんな時には、こちらの動画、悩み相談、描きたいのに描くのが嫌になってしまった時の対処法もおすすめです。興味があれば、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。